本郷か。何用だ？どうするとは？ほう、見抜いていたか。そうか。さすがだな。陣地を抜け出した郊外殿は曹操の陣に向かい降伏を申し出る。そういうことだ。よくぞ我が策に気づいてくれたと思う。そんな暇があったと思うか？伊達に呉の縮小や呉の中席などと偉そうな名で呼ばれてはおらんのだよ。感動するのはまだ早いさ。この策を成功させなければ全てが水泡に帰す。シェレンの死さえもな。させるさ、必ず。今のところは何もない。いや、レンファ様にうまく説明をしておいてもらいたい。そうか。これぐらいの策を見抜く目は王として当然持っておいていただかなければならないからな。別に嬉しいとは思わんさ。無理などしてはおらん。ところで本郷、曹操との戦い、お前はどう見る？ほう、そこまで分かっているなら切り札が何であるかは見当がついているようだな。ふん、そこまで見抜いていたか。そのようだな。だが安心しろ。策はしっかりと講じているよ。劉備との戦いの後、石壁周辺の村々に歩き同士に扮した対策を放った。新しい船の停留方法が発明されたとな。船と船を鎖でつなげば荒波に船が流されることもなくなり、また停留中の揺れを最小限度に抑えることで船員の体力の消耗を抑える。そんな偽情報を流しておいた。新しいもの、有効なものをどんどんと取り入れることによって曹操の勢力は急速に拡大していったという事実がある。それは曹操自身が星よりも先進を選んできた結果だ。その思考方法からすれば今回もうまく乗ってくれるだろう。褒めても何も出んぞ。ではその称賛素直に受け止めよう。本郷、レンファ様とはうまくいっているか？
仲良くやってはいるようだな。そうか。なら安心だ。シェレンが望んだ本郷とレンファ様の絆、その絆がしっかりと結ばれているのならば、それでいいんだ。本郷、レンファ様をしっかりと支えてやってくれ。何があっても頼むぞ。うん。では私は少し休む。曹操との決戦が終われば世は平和になるだろう。なるさ。したたかではあるが劉備は義理がたい。それに大義のために立っている人物だからな。呉の統治が理にかなっていればわざわざ戦をしようとは思うまい。ならば曹操を排除すれば天下二分の計はなる。そうすればシェレンが望んだ平和な世界がやってくる。あと少し、あと少しだ。騒ぐな本郷。この身にすくった病魔がうごめき出しただけだ。別に大したことではない。シェレンが死ぬ少し前からさ。私はもはや長くは持たんだろう。悲しむ必要はない。もはや生に執着しようとは思っていないからな。だがあと少し、この戦いが終わるまでは何としても持たせてみせる。だからこのことは誰にも言わないでくれ。ああ、私はこの戦いに全てをかけている。この戦いに勝てるのならば命などいらん。この命が今燃え尽きようとしているのはもはや天命というものだろう。だがただでは死なん。曹操を倒し呉の未来への道筋を照らすまではな。ああ、人はいつか死ぬ。シェレンがそうだったように。それは良い。その現実を否定はしない。だからこそ私はこの世で何を成したのかを残していきたい。呉の未来を、仲間たちの将来を輝かしいものとするために。本郷、約束してくれ。私の身に何があったとしてもレンファ様を支え天下への道を歩くと。シェレンの夢、私の思い、それを背負ってレンファ様と共に歩き続けると。呉を、レンファ様を、私の大切な人たちをお前に託す。
どうした？なんだと？すぐに追っ手を出せ！ああ、一世一代の大芝居、この周公金、見事演じきってみせよう。慌てるな！すぐに部隊を出して追撃するぞ！しかし郊外様が私たちを裏切るなんて何かの間違いです。ミンメイ、現実を見ろ。今この事態が起こっているのはどうしてだ？それは希望的観測を判断の基準にするな。現実を冷静に分析し、部下に指示を出せ。はい。予防隊、完全武装で追います。皆さんすぐに準備してください。サイ、どうして私を裏切った？落ち着いてください、レンファ様。今はとにかく部隊を指揮する者を選び、組織だって追撃しなくちゃいけません。そうだな。ではノン、お前が全軍の指揮を取ってくれ。了解であります。必ず生きてサイを私の元に連れ戻してくれ。頼む。はーい。では皆さん、完全武装した後、一生懸命追うふりをしましょう。ふりですか？間違えてしまいました。一生懸命サイ様を追いましょうね。はっはっ。さすがはレンファ様だな。分かっているさ。宗家の部隊を集めろ。すぐに郊外殿を追うぞ。何としても軍の先頭に立て。うん。奇襲にはもってこいの闇をだな。うん。戦闘の旗は誰のものじゃ？本郷も気づいておるか。さすがじゃな。ほう、それは気づかなんだ。あやつにそれほどの人徳があったとはな。うん。あやつは呉を背負って立つ男じゃ。人気があるのは良いことじゃよ。うん。そうせんと曹操は我らのことを信用せんじゃろう。あのひよっこどもがそこまでバカ者ならば呉にとって必要なし。その場で死ねばよい。しかしな、皆有能な若者たちよ。激突する前に取って返すじゃろうな。きっとなる。そう信じて我らはせいぜい曹操に見破られないように必死に抵抗すればよい。多少の被害は目をつぶるしかなかろう。それにこの茶番で死ぬような兵など
曹操との戦の役には立たんだろうって。当然だ。追撃部隊を全滅させる勢いでしっかりと反撃せい。頼むぞ。さて、我が体を苦しめてまで準備したこの策、あの曹操がこの茶番にどこまで付き合ってくれるものか見ものじゃな。呉の武将が脱走し、それを孫悟の軍が追いかけている？逃走している部隊の旗はこう。おそらく呉の縮小、郊外かと思われます。縮小が謀反。どういうことかしら？艦長の話によると、郊外と周囲は軍議の席上激しく口論していたそうです。周囲さんが郊外さんを罵倒。それを受けた郊外さんが甚だ立腹したらしいのですが、剣を抜く前に孫権さんに仲裁され、結局、郊外さんは軍紀に照らし合わせて、鞭打ちの刑に処されたとか。それを不服として軍を脱走。我が軍に投降しようとしている、か。演技か誠か。しかし、郊外ほどの将が下るのであれば。まさか。欲しいわ。何としても。罠の可能性が高いと思われますが。この曹操を罠にかけようとするなど、それこそ豪気というものでしょう。その勇気は称賛に値します。それに、多少の罠など、葬儀の人間ならば粉砕しておしまいなさい。そりゃ、粉砕できるなら粉砕してご覧に入れますが。この度の決定、あまり賛成できません。先の戦いでの孫作の件もあります。だからこそよ。だからこそ、私は郊外を受け入れる。天命に負けない自分を、すべてのものに知らしめるために。わかりました。では、謁見の準備を行います。勝手なことをするな。周蘭さん、カリン様はこの状況を受け入れることで、孫作さんを超えたいとおっしゃっているのです。孫作を超える？死に最も近しい天命を受け入れ、それを克服する。それができれば、孫作の死は、孫作が天命に屈服したことに等しくなる。そういうことですよ。しかし。周蘭、もう何も言うな。我らはカリン様の言葉に従っていればいいんだ。そして、カリン様を傷つけようとする天命など、我らの剣で粉砕してやればよい。ただそれだけのことだ。まさか姉者に説教されるとはな。貴重な経験をしたものだ。私だってたまには姉として妹を叱るぐらいするぞ。ああ、おかげで目が覚めた。カリン様、もはや何も言いますまい。あなたの思うように存分にお振る舞いください。ありがとう、シューラン。では、キーとルルの二人は、郊外の部隊が投降を宣言したら、すぐに保護に向かいなさい。了解です。
ついでに追撃部隊の連中を巻き込めば、一挙に敵を殲滅できる。その心づもりでいろよ。わかってますってば。では、我らは全局に部隊を移動させます。頼む。私と姉女は中軍に陣取り、状況の異変に対応できるよう待機しておこう。では、謁見の準備を進めます。よろしく。曹操め、どう出るか。一度へさきで旗を振ってみろ。応答があれば曹操の動きは我らを保護するためと判断できるだろう。あれ？ねえ、ルル、なんか合図みたいに旗を振ってる船があるよ。ほんとだ。降伏の合図かな。こっちも返事する？そうしましょう。誰か旗を振ってみて。釣れたか。よし、全速前進。曹操軍の中に紛れ込むぞ。郊外の船が旗を振ってみせるか。投降の合図だろうな。ああ、しかし相手は海戦山戦の古豪だ。何を企んでいるのか。心配ではあるが、カリン様は孫作の死にこだわっておられるからな。英雄宋猛徳、ただ一つの汚点か。そんなもの汚点とも思えんのだが、カリン様は違うのだろうな。繊細な方だからな。だがこたびの選択、私はやはり間違っていると思う。確かにな。だがシュウラン、こういう時のためにこそ私たちがいるんだぞ。分かっている。いざとなったら命に代えて我らがお守りするさ。うん、それでこそ愛すべき我が妹だ。そういう姉じゃこそ、さすが我が愛すべき姉じゃだよ。はや曹操も動き出したか。さすがに覇王の軍、迅速な判断だ。少し戦ってみせなくては郊外殿の裏切りが信憑性を帯びないだろう。適度に戦わんとな。ああ、曹操軍との距離を測りつつ前進する。みんな気を抜くなよ。裏切り者をもみつぶせ。後ろもなかなかやりおるの。前方の動きはどうじゃ。へさきはどちらに向いとる。わしらの方か、それともわしらの後ろか。わかった。さてこの先一体どうなるか。
胸が躍ってくるのう。遅かったか。すぐに船を後退させろ。このまま先端を開くわけにはいかん。後退した後、回答して陣に戻る。敵の追撃が本格化する前に下がるぞ。カリン様、郊外を追っていた部隊が下がりました。見事な引き際。さすが周公金ね。あのまま乱戦に引きずり込めれば、この戦、勝ったも同然だったのですが、惜しかったですね。それでこそ、戦いがいがあるというものよ。まったくですね。カリン様、郊外殿をお連れしました。ご苦労。あなたが宋猛徳であらせられる。ええ。あなたが呉の宿老と称えられた孔幸福ね。いかにも。郊外、あなたは我が陣営に下るそうだが、その理由を述べてみよ。先代、孫作殿が死した後、呉の内部で武を軽んじる人間がおる。その者の名は周公金。奴は衆目の面前で我が部を軽んじ、罵倒した。そのような者の下で働き、死ぬのは性に合わん。だから葬儀に下ったのじゃよ。死に場所を得んがために。私ならば、誇りを汚さず、死に場所を与えると？そうじゃ。いいでしょう。ならば我が戦列に加わり、その力を存分に発揮するがよい。奉公。はっ！郊外と郊外の部隊を最前線に配置せしめよ。存分に死に場所を与えてやりなさい。よい。ほう。下ったばかりでいきなり最前線に配置か。腕が鳴るわい。この戦に生き残れば、正式に宋猛徳の家臣として迎えましょう。期待しているわ。うん。曹操殿があっと驚く活躍をして信ぜよう。どのような驚きがあるのか、楽しみにしていましょう。楽しみにしておれ、曹操よ。奉公、郊外を連れて行きなさい。御意。では、郊外殿。うん。よろしく頼む。本当によろしいので。前線配置ならば、たとえ裏切ったとしてもすぐに対処できるでしょう。しばらくは放置しておきなさい。は。心配するな、シューラン。我らが全力を尽くしてカリン様をお守りすればよいだけだ。そうだな。しかし、一日に二度も姉者に説教をされるとは思わなかった。いつもはシューランが説教するものね。カリン様？姉として振る舞う春蘭も可愛かったわよ。ああ、おからかいになる。そうやって頬をあからめている姉者だからこそ愛しいと思えるのだよ。
うるさいぞシュウラン。そういうこっぱずかしいことを言うんじゃない。素直に喜べばいいのに。カリン様。